Please refill me 4一目惚れパート2。その日、ひろあきはトイプードルのビビを預け、駒使いを連れて帰っていった。帰る前に初めて獣人を見るからベンジャミンに触れたいと言い、そっと彼の頭を撫でた。二人は同じくらいの身長だった。いったあ、ごめんなさい。わざとじゃないんだ。許して。うん、大丈夫だよ。じゃあ、またね。うん、またね。そんなやりとりを残して去っていった。どうかしたのか？足、踏まれたの。大丈夫か？うん。ドクターはなんとなく嫌な予感を感じていた。入院の動物たちに餌と薬を与え、アルが作り置きしておいたロールキャベツを3人で取り、おのおのの時間となる。ドクターはシャワーを浴びていた。アルと同じように薄っぺらく見える体だが、しなやかな筋肉がまんべんなくついている。その上にこれもまんべんなくうじゃじゃけた古傷がまるで模様のように体中を取り巻いていた。その上をシャワーの水が滑る。加齢によるたるみはなく、まるで彫刻のようなシルエットだった。顔を上げ目をすがめる表情がひどく男性的な魅力を感じさせる。ドクター。その時、バスルームのドアがせわしなくコツコツと叩かれた。ベンジャミンは飼い猫がそうするように、ドクターがバスルームに入ると必ず後を追ってくる。一般的に猫は水を嫌うことが多かったが、子猫の頃から慣れさせておけば風呂好きになることもあった。ベンジャミンもそうだ。曇りガラスの向こうで絹ずれの音がしたかと思うと、あっという間にベンジャミンが入ってきた。お前も入るか？うん、入る。ドクターはフックからシャワーヘッドを外し、ベンジャミンの頭を撫でながらお湯をかけてやる。シャンプーを泡立てるとゴロゴロと喉を鳴らしてドクターに三角耳をすりつけた。ドクターは困ったように笑う。こら、そんなにくっついたら洗えないだろ？だって気持ちいいんだもん。なんとか彼をバスタブに腰掛けさせて、ボディーソープで体も洗っていく。だが、ドクターのその手がピクリと止まった。ベンジャミン、これはどうした？足の甲が内出血して紫色に染まっていた。あ、さっき踏まれたとこ。ひろあきか？うん、その人。足を支えてその患部を観察してから、痛みを与えないように注意深く洗う。ひろあきはヒールブーツを履いていたな。だが踏んだと思ったら反射的に足を上げるものだ。こんなに後になるだろうか。ベンジャミン、風呂から上がったらアルに足を見てもらえ。うん、わかった。やはり嫌な予感がドクターの胸中にわだかまった。次の日、ひろあきがビビを迎えに来た。診察結果はドクターと変わらず、やはり愛されたいがゆえの要求吠えだった。アルがそう伝えてビビを手渡すと、ひろあきは再会を喜ぶ素振りも見せず、すぐに駒使いに彼女を預け、明るく言った。ドクターさんはいらっしゃいますか？彼とお話ししたいんですが。ドクですか？いますが彼は助手です。ビビちゃんに関する質問は僕がお答えしますが。いえ、彼とお話ししたいんです。わかりました。少々お待ちください。ドクターはウッドデッキで庭木で遊ぶベンジャミンを眺めていた。ドク、ひろあきさんが呼んでる。ひろあきが？何の用だ？わからない。君と話したいそうだ。
嫌な予感がする。ドクターはそう思いながら受付に向かった。こんにちは、ドクターさん。ああ、私に用とは何だ？やっぱりビビ、構って欲しくて吠えてただけだって、カーター先生に聞きました。改めて、そのお礼を言いたくて。それが私の仕事だからな。特別な感謝はいらない。彼はいつものようにそっけなく言葉を返す。いや、本能的にいつもより釣れないかもしれない。だが弘明はめげなかった。ドクターの腹筋にさりげなく手の甲が触れるほどまでぐっと近づく。ご謙遜ですね。優秀な方は素敵です。これは僕の主義なので、はっきりお聞きしますが、お付き合いされてる方はいらっしゃいますか？ドクターは良くも悪くも裏表がない。思わず眉を潜める。それを聞いてどうするつもりだ？お付き合いを申し込むんです。悪いが断る。どなたかとお付き合いしているんですか？カーター先生と？いや、少しためらった後、ドクターは口にした。私はベンジャミンを愛している。言葉尻に噛みつくように弘明はかぶせて問う。でもペットでしょ。たかが獣です。僕とお付き合いしてくれれば多額の寄付をさせてもらいますよ。何か勘違いしているようだ。ここはたかが獣を金を払って診療する場所だ。金を払って人間を買う場所じゃない。そうですか。その時、気配さえなかった駒使いが不意に会話に割って入った。坊ちゃん、ビビちゃんがどうした？ぐったりしています。息はしてる？していませんね。弘明は切り札を見せつけるように顎を上げた。丁寧だった口調が無礼に変わる。これが彼本来の姿なのだろう。聞いた？あなたたちは揃いも揃ってやぶ医者みたいだね。僕の父は裁判官なんだ。こんな病院訴えたらすぐ潰れるよ。キャリーバッグに駆け寄ろうとするドクターの前に弘明が立ちはだかった。だけどドクターさんが僕とお付き合いしてくれるっていうのなら。今度ははっきりと彼はドクターの腹筋に触れた。誘惑するように撫で上げる。素敵。気痩せするんだ。僕と付き合ってくれるなら訴えないであげる。ある！ドクターの叫びに奥で入院の動物たちの世話をしていたアルが何事かと出てきた。ある！ビビが死にかけている。え？どうしたんだ？おそらくこいつが何かしたんだ。私はドクターは一旦言葉を切ってから獰猛にうなった。今こいつに触れたら怪我をさせてしまいそうだ。急いでくれ、アル！アルは弘明を押しのけて駒使いの持つキャリーバッグを奪った。尻餅をついた彼は大げさに悲鳴を上げる。痛い。骨が折れた。そしてアルと共に診察室に入ろうとするドクターの足首をわしづかむ。傷害だ。ここにいてくれなきゃ警察を呼ぶよ。ちらりとドクターを振り返ったアルが声を上げた。ベンジ！ドクターの叫びを聞きつけてアルの後をついてきていたベンジャミンに言い聞かせる。ドクと一緒にいてくれ。もしドクが暴力を振るいそうになったら止めるんだ。ベンジャミンなりにその言葉に切迫したものを感じ取っているのか神妙にうなずいた。わかった。貴様、どこまで卑怯なんだ。ゆっくりと振り上げられる拳にベンジャミンが必死にしがみつく。ドクター、ダメだ。動物に向ける穏やかな微笑みが嘘のように
鬼の形相で睨みつけられ、弘明は座り込んだまま後ずさる。ドクターは呪詛のようにつぶやいた。貴様に動物を飼う資格はない。もしビビが死んだら貴様も殺してやる。ドクタゼイゼイとドクターは肩で息をつく。弘明との間に自分の体を入れて接触を阻止するベンジャミンをドクターは両手できつく抱きしめた。急速に呼吸が早く荒くなる。ごつりという音を立てて崩れ落ちるようにドクターは膝をついた。一人なら倒れていただろうが、かろうじてベンジャミンが支えになって止まる。ドクター、苦しいのか？あるドクター変！今手が離せない。どう変だ？息が苦しいみたい。過呼吸の発作だ。息を止めるか、ゆっくり呼吸させるんだ。命に別状はない。ベンジャミンは一瞬ドクターの口を塞いで呼吸を抑えようと考えたが、ドクターがあまりにも深く抱きしめているので顔が見えない。なんとか落ち着かせようと紙やすりのような舌でドクターの耳を舐めた。ドクター、ゆっくり息するんだって。俺ここにいるから、ずっとドクターのそばにいるから。愛して。俺も愛してる。だから死なないで、ドクター。アルの命に別状はないの言葉も耳に入らなかったのか、そう叫ぶとベンジャミンは身も世もなく声を上げて泣き出した。膝をついたことで低くなったドクターの黒髪に頬をすりつけて泣きじゃくる。ここ半年ほどはなかったが、過呼吸はドクターには慣れた感覚だった。もちろんアルも心配してくれたが、医師ゆえに冷静で、こんな風に愛してる死なないでと泣かれたのは初めてのことだった。ベンジャミンの流した涙がドクターの額に落ち、まぶたを伝って彼の伏せられた黒い瞳に入る。名目すると目尻から再び頬に伝わった。それはまるでドクターが涙を流したようにも見えた。あるいはそうなのかもしれない。次第に呼吸音が収まってきて、やがてドクターもベンジャミンの素肌の肩に頬をすり寄せた。ベンジャミンはまだ赤ん坊のように泣いている。ドクターが静かにささやいた。ベンジャミン、もう大丈夫だ。よかった。そう言ってベンジャミンは泣き止まない。ドクターは立ち上がると、まだしびれている親指の腹で優しくベンジャミンの涙を拭い、後頭部の遅れ毛を撫でた。ベンジャミン、泣くな。彼はなおもしゃくり上げながらドクターの背に両腕を回してぴったりと抱きついている。よし！その時、診察室からアルの声が聞こえた。ドク、ビビは持ち直した。もう心配ない。はあ。ベンジャミンを愛しげに見つめていた瞳が上がると、弘明はつららのように冷たい視線に射抜かれた。立ち上がることさえできずに床に尻をついている。あれが優秀な獣医でよかったな。もし死んでいたら、お前の命もなかっただろう。出て行け。ビビは返さない。ビビは、僕の！出て行け！駒使いが危険を感じ、主人を助け起こして足早に出ていく。その姿が完全に見えなくなるまで、ドクターは彼を睨みつけていた。しばらく険しい表情のままだったが、胸元でもぞもぞと動くぬくもりにふと我に返る。ベンジャミンが
鼻をすすっていた。ほら、ハンカチを差し出すとベンジャミンは不器用に鼻をかむ。それからまたぺったりとドクターにくっついた。ドクターも抱きしめ返す。ベンジャミン、私は人の道を踏み外すところだった。それから声は発さずに唇だけが動いた。その形は確かにありがとうと綴っているのだった。